こんにちは、ガジェットインフォです。このチャンネルでは、世界中のあらゆるスマホやガジェットをご紹介していきます。よろしければチャンネル登録していってね。今回ご紹介するのはこちら。リアルミー GT です。リアルミーは、中国のスマートフォンメーカーで、元オッポ副社長が経営しています。リアルミー GT は、ゲーミングスマホに必要なものが、すべて揃っている端末です。ゲーミングスマホには、処理能力、大容量バッテリー、冷却性能の3点が必要不可欠で、リアルミー GT は、すべてがトップレベルで揃っています。それぞれ詳細と、他の機能も含めて紹介しますので、ゆっくりしていってね。まずは基本情報から。サイズは、縦 158.5mm、横 73.3mm、厚さ 8.4mm。みんな大好き iPhone12 と比較すると、縦方向に約1センチ大きいです。重量は 186g。みんな大好き iPhone12 と比較すると、約 25g 重いです。ディスプレイは、6.43 インチの有機 EL ディスプレイで、解像度は、1080ピクセル ×2400 ピクセル。画面占有率は 91.7%。リフレッシュレートは 120Hz。高リフレッシュレートは、FPS シューティングをするには外せない項目です。ゲーム外でも SNS やブラウジングでヌルヌル動くのはポイント高いです。また、タッチサンプリングレートという1秒間に何回のタップまで反応できるかですが、リアルミー GT は 360Hz、360回まで反応できます。と言ってもそんなに高速タップはできませんが、ゲーミングスマホのローグフォン5は 300Hz なので、10万円オーバーのガチゲーミングスマホ以上の性能を誇ります。続いて CPU、メモリ、ストレージです。CPU はスナップドラゴン888。これは2021年3月現在、Android スマートフォンに搭載できる CPU の最高峰で、性能を数値化するアンツツベンチマークでは70万点を超えます。日本で購入可能なハイスペックスマホ、Galaxy S20 Ultra は約60万点のため、リアルミー GT でサクサク動かないゲームはないと言って差し支えないでしょう。メモリーとストレージは、メモリ 8GB、ストレージ 128GB モデルと、メモリ 12GB、ストレージ 256GB のモデルがあります。メモリが 12GB あれば、メモリ不足に陥ることはまずないでしょう。続いてバッテリー周りです。バッテリー容量は 4500mAh です。バッテリーは年々大容量になっており、5000オーバーのスマホもあります。ただし、バッテリー大きくなれば重量が重くなり、本体重量が 200g 以上になる場合があります。例えば、Galaxy S20 Ultra は 5000mAh の大容量ですが、重量は 220g と、リアルミー GT よりも 50g 近く重くなっており、ここまで重いと、ゲームやってるのか、筋トレやってるのか、わからなくなってしまいます。リアルミー GT は、4500mAh で 186g と、バランスの取れたスマホだと思います。ワイヤレス充電には未対応ですが、65W の急速充電に対応しているのは嬉しいポイントです。続いて冷却性能です。CPU の性能が高いと、それだけ熱を発してしまいます。重要ゲームを長時間やっていると、熱々になってしまい、性能を十分に発揮できなくなってしまいます。しかし、リアルミー GT は、大型ヒートシンクと 3D 液体冷却で、効率よく熱を発散する冷却システムを搭載しています。これにより長時間のゲームにも耐えることができそうです。続いてはモバイルネットワークです。携帯大手3社足す楽天の対応状況を見てみましょう。各社の主要バンドごとに確認します。バンドとは、
ネットワークに割り振られた番号で、国が使って良い番号を各社に割り振っています。ドコモは1、3、19のネットワークを割り振られ、ソフトバンクは1、3、8といった具合です。そして、スマートフォンは、端末によって使えるネットワークの番号が異なるため、SIM フリー端末を使用する場合は、端末が使えるバンドと、契約している携帯会社のバンドを照らし合わせる必要があります。マスはドコモです。ドコモの主要ネットワークはバンド1、3、19、リアルミー GT は、ドコモの主要バンド3種類とも対応しています。次にソフトバンクです。ソフトバンクの主要ネットワークはバンド1、3、8、リアルミー GT は、ソフトバンクの主要バンド3種類とも対応しています。次に au です。au の主要ネットワークはバンド1、18、26、リアルミー GT は、au の主要バンド3種類とも対応しています。ただし、au の音声通話は、ドコモ、ソフトバンクとは異なる通信方式のため注意が必要です。最後に楽天モバイルです。楽天モバイルの主要ネットワークはバンド3、18、リアルミー GT は、楽天モバイルの主要バンド2種類とも対応しています。というわけで、どの携帯会社の SIM でも問題なく通信することは可能。これは安い海外製のスマホでは珍しいです。SIM カードのサイズさえ合っていれば、そのまま使えるのはありがたいですね。次はカメラです。背面は、メインの6400万画素、広角の800万画素、マクロの200万画素、前面が1600万画素となっており、深度センサーや望遠カメラを省略している点は、コストダウンを図っているようにも思えます。最後に、その他機能やセンサーについては、お財布携帯非対応、防水非対応で、Bluetooth 5.2 対応、指紋認証対応、イヤホンジャックありとなっています。お財布携帯、防水の非対応は、残念なポイントですが、イヤホンジャックありは嬉しい仕様です。そして、問題の価格ですが、今紹介した魅力的なスマホが、なんと5万円台で購入可能。海外のサイトで購入する必要がありますが、海外といっても送料は無料の場合もあるので、ぜひ検討してみてください。気になった方は概要欄からリンクをチェックするとよかよ。最後に、こんな感じで、スマホやガジェット情報を配信しますけん。気になった方はチャンネル登録。クソだと思ったらバッドボタン。率直な感想や、今後紹介してほしいものがあれば、コメント欄へよろしくね。それではまた別の動画でお会いしましょう。またね。